今回もセットをやっていきます。対面はマルファイトです。このマッチアップはファーストリコールするまではセットが有利で、それ以降は徐々にマルファイト側が有利になってるイメージがあります。各相手は全般そういう傾向にありますよね。ルーンは悪撃を選択してます。プレッシャーアタックで序盤のプレッシャーを高めて戦うのも強いんですけど、今回は安定感を重視してこのルーンを選びました。他の不利なマッチアップでも悪撃を選ぶことで連戦を安定させやすくなるのでおすすめです。ここでのトレードはいい AA までで良かったですね。Q と W の追撃で相手には170ダメージ与えれたんですけど、こっちは300ダメージ以上もらっちゃって全然良くないです。スキルを温存してダイブする選択肢かパワープレートを取るだけで良かったですね。次の E でスタンできればキルラインですね。綺麗に AW 右パンチできましたね。状況によりますが、最近はロングソードより詰め替えポーションを優先して買ってます。ファーストリコールでこの800円セットが買えると嬉しいですね。フラッシュインして捕まえてたらギリギリ倒せたのかなって感じですね。でも少なくともダイブかリコールさせる HP までは減らせるから仕掛けた方が良かったですね。せっかくフラッシュの有利があるので積極的に仕掛けるべきでした。シャットダウン。99EW ウルトの方が良かったですね。その方がフラッシュも使わないで済みました。今回はブラッククリーバーを目指します。E もらうと AA がかなりもったりして殴りづらいですね。お気に入りの服で来るのがったぞ。敵を倒しました。タロンがグロンプ無視してそのまま来てたらすぐやられてましたね。いつもそうなんですけど、ダイブするのをあと数秒待ってから入ればよかったなって思います。敵を倒しました。ショーの始まりだ。ここが俺のリングだ。味方が倒されました。俺の気が短いのは母の罪でな。ここは上側に下がりつつウルトが上がったら反転して
ウルト W を決めれればよかったですね。ランページ。成功したやつを見る。まっとうに生きたところで破産するだけだぞ。敵を倒しました。本気で来いよ。ブラッククリーバー変えるのでフルウェーブにして帰ります。逆だ。この方がずっといい。エース低下が辛いですね。敵を倒しました。白靴ないと味方がタワーを全然追えないですね。フラッシュで間に入っていいスタン決めれたらよかったですね。味方が倒されました。君の姉妹。敵を倒しました。味方がタワーを破壊しました。ここらの土地ぐらいに倒しまえるほど高いんだぜ。シャットダウン。ランページ。シャットダウン。ゴッドライク。ゴングを鳴らせ。敵を倒しました。味方がタワーを破壊しました。誰だって。まあ例外もいる。レジェンダリー。両腕にタトゥー。味方が倒されました。味方が倒されました。派手にやろうぜ。敵を倒しました。顔に拳がめり込んでからが本番だ。分かってないようだな。
方がタワーを破壊しました。ちょっと無駄にパワータンクしすぎちゃいましたね。いつもそうなんですが、今回の試合は特にダイブとフラッシュの E の角度判断が大事だなと改めて感じました。瀬戸の強みは圧倒的な序盤のパワーとダイブ性能です。その強みを生かすにはダメージ感覚がとても重要だと思います。1回のコンボでどれくらいダメージが出るのか、その感覚を身につけることが大事ですね。あとは上手い瀬戸と普通の瀬戸の違いはいろいろあるんですけど、特に大きいのがフラッシュ E の判断ですね。これもダメージ感覚と深く関係してるので、やっぱりたくさんプレイして感覚を養っていきたいですね。では最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。